Rapio Japanese Podcast 第4弾。久しぶり。多分このポッドキャストシリーズやるの結構久々じゃない？このポッドキャストでは俺が実際に家族とか友達と日常で話すような日本語を喋っていくから、他の日本語を教えてる YouTuber みたいな皆さんこんにちは、優しい日本語ポッドキャストへようこそとか、絶対にお前日常でそんな喋り方してねえだろっていうような喋り方しないから、リアルな台本なしの日本語を学びたいリアルなお前にぴったりのポッドキャストになってるから、ご飯食べながらとか気軽に、もし英語字幕つけたいなら CC ボタンを押せば出てくるから、でこの字幕もなるべく日本語に、俺が喋ってる日本語に近い形でやってるから安心して。今日のトピックは、旅は成長のためのチートコード。俺最近旅に行ったんだけど、旅行に行ったんだけどさ、まずタイに2週間でスウェーデンに2週間っていう丸々1ヶ月旅行に行って、いろんないい経験もしたし、いろんな失敗もしたしっていう旅だったんだよね。いろんな経験をしたわけよね。いい経験から話すと、まず旅、普通に楽しいじゃん。で、いろんな新しいこと経験したり、新しい場所に行って、新しい人に出会ったり、もう新しいことがいっぱい詰まってるわけよね。で、新しい経験をしてる時っていうのが、めちゃくちゃ、俺生きてるなっていうか、充実してる感じになるじゃん。子供の頃、毎日がアドベンチャーみたいな、一日がめちゃくちゃ長く感じる理由っていうのは、毎日が新しいことだらけだからだと思うんだよね。新しいこと経験して、もう新鮮な感覚っていうのを毎日、いろんな感情を味わって、いろんな経験をしてっていうのを毎日してるから、子供の頃ってめっちゃ楽しいし、鬱とか無関係なんだと思うんだよね。それが理由で。子供の時に近い感覚をまた旅で味わうことができて、新しい経験をするっていうのはやっぱり人生の醍醐味なんかなっていうのを思ったし、で、それでなんか自分の人生をどう設計していけばいいか見えてきたんだよね。実際この旅行行く前はもう一日中だよ。もう一日10時間とか8時間とか、もうこの日本語チャンネルコミュニティとか、もうずっとこの部屋にね閉じこもって、もうほとんど遊んだりもしてなかったんだよね。ずっとこうやってパソコン、ずっとスクリーンの前でこうやってやってて、いい時間だったよ。自分の好きなことやってるから、めちゃくちゃいい時間ではあったんだけど、自分のフルのポテンシャルで生きてないなっていうのはずっと思ってて、人生これだけじゃないでしょっていうのは思ってて、で旅に行って、もう新しい場所に行って、ホテルの中にこもってこうやってスクリーン見てるわけにはいかないじゃん。せっかく旅に来たんだから外出て、美味しいもの食べたり、綺麗なとこ行ったり、いろんな場所行ったりしなきゃっていう感情になって外出るわけやん。で、そうするとやっぱりもうこの部屋に閉じこもってる時にはできない経験をしまくるわけよね。で、それしまくるじゃん。そうするとなんか今まで見えてこなかったものが見えてきたり、今まで自分のこのコンフォートゾーンに閉じこもってビビってやってなかったようなこともやらざるを得ない状況になったりね。そこで気づかないうちに人としてクソ成長してるわけよね。例を挙げると、俺結構人見知りで、知らない人に話しかけるっていうことに対して結構抵抗感があったわけよね。完全に克服したとは言えないけど、この旅でもう知らない人に話しかけるっていうのをもう何百回やったことが。友達英語喋れないから俺が話しかけないと何もわからないっていう
状況がいっぱいあったけどね。そのおかげでめちゃくちゃ知らない人に話しかけることに対して恐怖感とかなくなったし、まあソーシャルアングザイティだよね、軽い。それをめちゃくちゃ克服できたと思うっす。で、そのソーシャルアングザイティを、その旅行く前は結構強く持ってて、でそれにめちゃくちゃ悩まされてたんだよね。解決策はめちゃくちゃ単純だったよね。とにかく人に話しかけろっていう。それだけだった。マジでそれだけ。でもビジネスにめちゃくちゃ集中しすぎて人に会うっていう時間を全然設けてなくて、人に話しかけるっていうのにね、その恐怖に打ち勝つっていう機会を全然作れてなかったから、まあ、ずっとそのソーシャルアングザイティに悩まされてたんだけど、まずタイに行ってさ、人に話しかけなきゃいけない。話しかけなきゃわかんないっていう状況にめちゃくちゃ立たされて、めちゃくちゃ話しかけてる。で、まだタイではギリそのソーシャルアングザイティみたいな不安みたいなのをちょっと感じてて。で、タイからスウェーデンに行った瞬間、なんかそのソーシャルアングザイティがもう、なんだろう、バーンみたいな。一気に全部、なくなった感覚があって、この曇ってた心が一気にバーンって晴れた感覚になって、オーマイガーシュみたいな。やばみたいな。人生最高やみたいな。こんなになんか人に話しかける恐怖がなくなるだけでこんなに生きやすいんだみたいな。で、なんか自分に自信もついたし、なんかそれだけだったんだよね、俺が自分に対して自信なかった理由っていうか、他の部分では別に自信はあったんだけど、自分に対してね。自分の考え方とか、価値観とか、自分の精神力、ディスプリンとか、自分の体とか、自信はあったよ。でもこの、人と接するっていうことに対しては自信がなかったわけよ。それがなんか、ラストの、打ち破らないといけない壁だったわけよね。で、それをスウェーデンに行った瞬間打ち破れて、でスウェーデンでめちゃくちゃいい時間を過ごしたわけよ。どんな人でも旅に出れば自分の弱さに向き合わさせられて、それに打ち勝たないといけない状況っていうのが生まれると思うんだよね。どうだろう。まあ、俺の場合はそうだったんだけど。まあ、それが、まず、旅は成長のためのチートコードだと思った一番の理由ね。二番目はこれも繋がってるんだけど、いろんな人に出会うわけやん。いろんな世界の人と、いろんな国の人と出会って、で、いろんな価値観に気づかされるっていうか、めっちゃリスペクトできるような考え方を持ってる人にも出会えるし、で、俺が知らなかったようなことを知ってるような人にも出会えるし、まあ日本でもそういう人は出会えるんだけど、なんて言うんだろうな。旅をしてるときはなんかめっちゃオープンマインドになってて、オープンマインドになりやすいっていうかもうなるしかない状況になってるだと思うんだよね。俺はそういう風に感じてた。で、その状況でいろんな人と出会っていろんな人と話すと、めちゃくちゃいいものを吸収できるし、で、それを持って帰ってきて、次の人生に、これからの人生にどう生かすかっていうのを考えさせられる。で、よりいい人生を送れる。それが第二の理由ね。旅は成長のためのチートコード。第三の理由は、自分にとって大切なものに気づかされる。これが一番でかい。旅行く前日本にいて普通にこのビジネスのために働きまくってた時は、なんて言うんだろうな。大切なものは分かってたけど、なんだろう、仕事をずっとしてれば報われるっていうか、いつか幸せになれるだろうなっていう、いつか自分の理想のライフスタイル送れるだろうなっていう考えでいたんだよね。
でも旅行って気づいたのは、そのいつかマインドセットは持ってていいことないっていう。もし自分の生きたいライフスタイルがあんなら、今日からそれを始めようとかね。今日からそれを始めようって思わないと、実際に始めないと、そのいつかは一生来ないわけよ。俺の例で言うと、俺はもうずっと1日8時間、10時間、このビジネスをやって、このビジネスのために部屋にこもって働き続けてたけど、この YouTube とか動画撮ったり、スクリプティングしたり、編集したり、コミュニティのコース動画作ったり、コミュニティをよりいい場所にするためにいろいろやったりみたいな。そのコミュニティは概要欄にあるから、もし気になる人いたらチェックしてみて。このコミュニティは他の YouTuber が教えないようなカジュアルな、俺が今喋ってるような日本語をステップバイステップで解説してるから。で、このカジュアルな日本語は人とつながる上で、友達とか作る上でめちゃくちゃ重要になってるから、もしお前が日本で友達作りたいとか、よりいい人生を送りたいとかね、こう人間関係が重要っていうのをもし気づいてて、このカジュアルジャパニーズのスキル上げてよりいいコネクションを作りたいって思うなら、このコミュニティはお前にとって完璧な場所だから、ぜひチェックしてみて。働きすぎてたんだよね。で、その働きすぎてると、なんかめちゃくちゃ生産的になってやってる気分にはなるけど、多分、ほとんどの時間は、めちゃくちゃ、全然生産しなかったと思うんだよね。本当だったら4時間とかで終わるような作業を多分8時間とかかけて、ダラダラやってたと思うし。で、それでめっちゃ、生産的になって気分になって、で、長く働いてることがいいことだみたいな、かっこいいことだみたいな変な自分のエゴを満たすために、そうやって働いてたみたいな。あとまだできんのにやらないっていうことに対しての罪悪感っていうか、恐怖感。最短で目標達成しなきゃっていうか、焦ってたんだよね。焦ってもいいことないっていうのは気づいたし。で、その旅行ってさ、で、まず、重要だと思ったのが人間関係。人にちゃんと会わないとダメだなって。人にちゃんと会って、で、その人に会うっていう時間をちゃんと一日の中で設けないと、最低でも一週間に数回は会わないとダメ。まずここ重要だって思って。で、二番目に、自分のやりたいことをやる。っていうのも重要だと思って。仕事、このビジネスも俺のやりたいことだけど、それだけが人生じゃない。自分の趣味とか。俺スケボーやってたんだけど、スケボー戻ってもいいし、あと昔格闘技やってて、キックボクシングと総合格闘技。総合格闘技は1年くらいでやめちゃったけど、キックボクシングは7年やってて。だから次柔術やってみよっかなっていう、今思ってるんだけど、それも始めるのもいいし、その一生毎日送りたいって思うようなルーティンを作ることって大事だなって思ってた。それが俺の人生を作ると言っても過言ではないから。だからその自分に大切なものに気づかされたことによって、自分が幸せになるための一日を作ろうって思えたんだよね。自分がより幸せな人生を送ってることによって、俺はよりいいエネルギーをこのビジネスにも還元して、よりいいコンテンツを届けられる。よりいい価値をお前にも提供できるっていうめっちゃ好循環が生まれると思うんだよね。旅に行かなかったらこういうことも気づけなかったし。で、あと、愛も大事だなっていうのは感じたね、男として。人を愛して初めて男っていうか、男として満たされるっていうか、愛だけじゃ男は満たされないよ、もちろん。でも、どんなに金持ってても、どんなにビジネスで成功してても、どんなにイケメンでも、どんなに自分の体がかっこよくても、
どんなに可愛い女とやってても、そこに愛がなかったら、人生は空っぽな感覚だと思うんだよね。これが俺がした旅でのいい経験。失敗もしたんだよね、もちろん。この失敗っていうのは、ワンオンワンコーチングやってるんだけど、この時差の影響でスケジュール全然合わせられなかったり、とかそういう、俺のスケジュールマネジメント能力のなさに気づかされたっていうか、ここを改善しなきゃダメだなっていうのはめちゃくちゃ気づかされたし、そのコミュニティの中で月2回グループセッションやるっていう時間があるんだけど、それを2回連続で俺のスケジュール管理能力不足ですっぽかしちゃったりっていうのをして、めちゃくちゃ落ち込んだし、でもそれって俺の準備不足っていうか、そういうとこから来てるから、もう絶対同じ間違いは犯せないなっていうか、犯したくないなっていう気持ちになったし、今この経験をしてよかったなっていうか、俺がキャンセルしたことによってそのメンバーの人たちの時間を無駄にしたことはめちゃくちゃ申し訳ないと思ってるけど、でも逆にこの早い段階で改善点に気づかされたのは良かったと思ってる。プラスだと思ってる。で、この失敗で次よりいいパフォーマンス、よりいいサービスを提供するためにめちゃくちゃ大事っていうか必然なことだと思ってるから。で、これは旅行かなかったらできなかった失敗っていうか気づきだから、これも俺をよりいい人間にしてくれる旅で得れた気づき。こういう気づきとか、いい気づき、悪い気づきっていうか失敗があるから、俺は旅は成長のためのチートコードだと思ってる。普通に自分の地元で部屋にこもって、いつもの友達と遊んでっていうのはしても、こういうことって気づけないんだよね。箱の中に閉じ込まってる感じだよね。旅に出ることによって、その箱の中から一気に出て新しい環境になって、でいろんなことを吸収できて、箱の外で考えられる。think outside of the box っていうね。その状態になる。めちゃくちゃ大事だと思う。それがめちゃくちゃ大事。で、俺はこれからもっといろんなところに行って、もっと人として成長していきたいと思ってるから、次は、俺行きたいのは、タイ行ったんだけど、またタイ行きたいんだよね。タイのチェンマイっていうところに行ってみたい。今回行けなかったから。で、あとバリもなんかいろんなレベル高い、クリエイターとか同じようなマインドセットを持った人たちがいると思うから、そういう人たちに会いたいし、だからバリにも来年の初めくらいには行きたいかなって思ってる。で、その後に来年夏にヨーロッパトリップ、ヨーロッパいろんなとこ回ってみたいと思ってるから、それもしたいかな。この旅に行ったことによってもっと旅行きたいなって思って、人生でこの先にここ行こうっていろんな予定を立てるわけやん。でその予定がある状態ってめちゃくちゃモチベも上がるし、人生楽しくなると思う。そうだから今日本語俺のチャンネル見てるってことは、少なくとも日本には来たことあるじゃん。でもお前は新しい国に行って、英語も全然通じないような国に行って、でそれプラス言語も学んでるっていう人とコネクションを作ろうとしてるマインド、マジで尊敬するから。普通の人だったらできないよ。普通の人だったら絶対自分の国に閉じこもって旅に出るっていう考えすらも持たない人だと思うんだよね、普通の人は。なんかめっちゃリスペクトできるようなことをしてるからさ。自分に自信がないならそれだけでも自分を誇りに思ってほしいっていうか、今やってることはすごいことだから。めちゃくちゃ
尊敬されるべきことをしてるから。それは覚えておいてほしい。髪パリパリ。えぐ。髪パリパリだよ。髪切ったんだよね、てか。どう？絶対短い方が似合うっしょ。こっちの方がなんか俺の性格に合ってるなっていうか、俺っていう人間に合ってるなっていうのは思う。俺が今言ったことをもし日本に来た時とかに気づいてなかったらちょっと意識してみてほしいね。それ意識するだけでだいぶ、旅に対する意味っていうか、旅の充実度がめっちゃ上がると思うから。まあその旅の充実度、もしくは日本に住みたい。で、その日本の生活の充実度を上げたいっていうなら、やっぱ人との関係性、人といい関係を築くっていうのはもう欠かせないことだから、でそれを俺はこのコミュニティ内で教えてるから、もし興味ある人は概要欄からチェックしてみて。このポッドキャストもどんどんやっていこうと思うから、もっと見たいっていう人はチャンネル登録頼むわ。次の動画でまた会おう。お疲れ。